こんにちは。どうですか？お変わりないですか？そうね、特に痛みとかもなくて、よかったよかった。じゃあ今日は定期検診にねちゃんと来てくれたってことなので、よいしょ。じゃあお口の中まずは見ていきましょうね。じゃあお口見せてもらうからね。はい。じゃあこっちね。よいしょ。そうね。まあでも結構綺麗に磨けてるかな。前よりか全然磨けてる。だいぶ綺麗に磨けてる。まあでもね、もうちょっとかな。もうちょっと。ちょっとね、お口の中照らすね。ちょっとライトは照らしてるんだけど見えないところちょっと照らすからね。はい。開けてもらえるかな。はい。そしたらちょっとだけお口閉じてね。いいってしてくれるかな。力入れなくて大丈夫。ちょっと緩く閉じてもらって。そう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 。はい。大丈夫です。そしたらね、特に大きな問題はなさそうなので、まずは歯石を取っていきましょう。お掃除ですね。でその後にせっかく歯磨きとても上手になってくださったので、もっと上手になってもらって、これからね歯周病とか虫歯にならないようにブラッシング指導といいますか、少しだけ、歯磨きの方法をまたねお伝えしたいと思います。で今日はそんな流れでやっていくのでよろしいですかね。はい。そしたらまずは歯石を取っていきましょう。はい。そうね。ちょっと後でブラッシングは
指導はするんですけど、一旦歯ブラシでゴシゴシしていきましょうか。はい、じゃあちょっとお口開けてくださいね。はい、大きく開けてください。はい、でいきますよ。はい。したらちょっとこっちもね、はい。ちょっとだけお口閉じてもらっていいですか。はい。はい、大丈夫ですよ。うがいどうぞ。はい。はい、そしたら、歯石取りをしていきますね。痛くないようにはしていくんですけど、もしちょっとでも痛かったら左手を上げてください。はい。じゃあお口あんしてください。はい。はい。じゃあいきますよ。
はい、よいしょ。お疲れ様でした。うがいどうぞ。はい。そしたら最後、お掃除最後ですね。フロスをやっていきましょう。フロスはおすすめはしたんですけど、知ってますかね。なかなかフロス結構難しいですよね、最初。でも慣れたら全然難しくないので、よいしょ。ちょっと長めに取りますかね。よいしょ。じゃあ口開けてもらえますか。はい。ちょっとね、結構長い間開けてて顎が疲れてきちゃってるかもしれないんですけど、大丈夫ですか。よかったよかった。じゃあね、フロス通していきますからね、ゴシゴシっとしていきますよ。はい。じゃあしてください。はい。よし。はい。きれいになりました。うがいどうぞ。そしたらですね、お掃除は終わるんですけれども、まずね、歯磨きの指導をちょっとだけさせてもらうんで、はい、もうちょっとお時間大丈夫ですか。はい。では模型をちょっとご用意したんですけれども、こういう模型ですね。歯の模型となっております。歯というか口かな。こういう風に口がなっているわけなんですけど、こういう歯ね。で、どの辺かな。結構ね、綺麗に磨けてはいるんだけど、よいしょ、見えますか。この奥歯の
内側の方とか、この辺りね、この辺りとか、これはちょっと上の歯の奥の方、それから下の歯の今度は奥じゃなくてこの辺りとか、溝が結構深かったりするんですよね。そうで、この辺りがね、ちょっと磨けてないかなっていうのがあったのと、歯石は結構、この前歯の下の前歯の裏とか結構溜まりやすくはあるんですけど、この辺りですね。でも結構ね、片目にこびりついてたりしたので、その歯磨きの仕方もなんですけど、歯磨きの、歯ブラシをどういうのを使ってるのかなと思って、そういうのもちょっと、お伺いしたいなと思うんですけど、普通のフラットな歯ブラシですか？さっき使ったのが、ちょっとさっきのそっちか、こういうね、こういう歯ブラシ、フラットですね。見えますか？こういう歯ブラシです。ギザギザが全く何もない、フラットな歯ブラシになってます。こういうの使ってらっしゃいますか？こういうの、これは一応当院で使ってはいるんですけど、ちょっとヘッドが大きかったりするんですよね。もうちょっと小さい方が本当はお口の中の隅々まできれいに行き渡ることができます。そしてこう見れたことあるかもしれないんですけれども、これが、ワンタフトブラシといってポイントブラシになっているんですよね。でこれの何がいいかというと、模型を見てもらうと分かると思うんですけど、まず、歯石が、溜まりやすいのは、こういうね、歯の境目、わかるかな、歯の境目ですね。で、こういうところに沿わせる、こうやって沿わせると、もちろんさっきのフラットなブラシをこうやって沿わせるよりも明らかにこの尖った先端が当たってくれるんですね。そうするとこういう風にきれいにこのキワキワまで磨くことができます。またこの歯の隙間にもこうやってゴシゴシっと入れていくと、この隙間もきれいに磨くことができます。特にね、歯の裏、さっき言った歯石の溜まりやすいこの辺りなんかは大きいブラシでやってもね、この先端がこの小さい溝にうまく当たらなかったりするんですよね、ここの溝ね。だからこうやってちょっと見せながらするの難しいんですけど、こうやってするとうまく溝にうまく入り込んでくれる。わかるかな？この奥なんかも実際はここの周りに私たちの唇があったりだとか、頬肉の内側があったりするわけじゃないですか。だからこの奥もね、こうお口の中にこうやってガッと入れるのが難しいですよね。こういう大きいヘッドの歯ブラシだとこうなってるわけだからね。
奥のほっぺの肉、奥の肉のところが難しいので、ここもねこうやってこれだと結構奥に入り込んでくれてゴシゴシっとできます。はい、こういう風に。だからね、これはねぜひ1本持っといて損はないですね。はい、あなたの歯の寿命を伸ばせると言えます。はい、そしてこういうものもありますね。これは歯間ブラシです。歯間ブラシっていうのは、見たことも多分あると思うんですけど、こういった形をしております。こうヘッドというか、ギザギザになってて、これはねワイヤー、シリコンのものもあるけど、これは一応ちょっとサラサラとした感じになってて、これを歯間に入れてこうするといいんですよね。歯肉はね下がったらね歯茎は戻らないからね、戻らないんですよ。だからなのであんまりこう強くゴシゴシして歯肉を痛めてしまうと戻らなくて、歯茎が年齢とともにどうしても下がっていってはしまうんですけど、その下がるのが早くなっちゃって、でここに黒いものが、この歯の間、歯茎のと歯の間のちょうど境のところ、この辺りに黒い隙間が、三角形の隙間ができやすくなってしまいます。それをブラックトライアングルと言います。それがね物も挟まりやすくなるし、見た目で見えてしまうとやっぱりちょっとだけね嫌な方は嫌だと思うので、特に下の歯が見えなくても上の歯がこうね黒いと結構目立ったりして気になる方は気になると思うので、あんまりゴシゴシやりすぎるのはもちろん良くないんですけど、なので挟まりやすい奥歯に使うだとか、なんか挟まった時にはやる、毎食後じゃなくてもいいから寝る前の夜の歯磨きだけをやるとか、いろいろ工夫して使ってもらえるといいなって思います。それからフロスはおすすめしてたんですけどね、こういった大きいものもあるので、これはドラッグストアとかでは買えないフロスっていうものなんですけど、これねあんまり硬くなくて柔らかい、柔らかいんですよ。触ってみますか、これ。こうピンと張ってもねそんなに硬くない感じがする。でこれだとこうやってゴシゴシってして口の中やってて、ちょっとガッて入れちゃってもあんまり良くないんですけど、こうガッて勢い強く歯茎の間に入ったとしても歯茎が痛くないくらい柔らかいものになってるので、これもねとってもおすすめです。こう細い糸が何層にもバーッと絡まっているというか入っているので、一本の糸じゃないんですよ。何本もの糸がこう重なって出来上がってるんで、こうやってやった時に小さい、歯に挟まったゴミとか、歯石になる前のプラークを絡め取ってくれます。だから
ブラシだけだとこの歯の間っていうのはなかなかね難しいんですよ。たとえこのタフトブラシを使ったとしても、こう歯の隙間がこうきちっと詰まってると、歯自体は綺麗に見えると思うんですけど、それはそれでね、歯ブラシが届かなかったりするので、やっぱりフロスはぜひやってもらいたいなって思いますね。はい。それからフラットなブラシもいいんですけど、だから見えにくいですね。歯ブラシもあんまり硬いものを使っちゃうと歯茎痛めたりするので、もうせめて硬いものでもメーカーさんによってちょっと硬さがこう表示されてる硬さと、それから違う、普通って全部書いてあったとしても、そのメーカーごとに、その歯ブラシの種類ごとに普通の硬さがまた全部違うので、一概には言えないんですけど、せめて硬めは使わずに普通以下でお願いします。硬いものはねすっきりするっていう方ももちろんいらっしゃいますけど、あんまり良くないです。だから私はね柔らかめを押しておりますが、なので全部柔らかめかな。これは普通か。そうね。とかこれとか、こういう歯ブラシ、歯磨きがございます。これもね全然違うかな。このソフト、これとこれはどっちもソフトっていう表示がある歯ブラシだけど、こっちの方が硬いですね。結構硬いです。こっちの方が柔らかいかな。そうです。でこれはどっちもフラットなんですけど、ちょっとこれ開けてみましょうか。これは2段色毛になってて、こうなってます。わかるかな。2段になってるのわかりますか。こうなってる。なのでギザっとなってて、先端が細いのでこう歯と歯茎の隙間にこう優しくコショコショっとやっていくとしっかり入って磨いてくれるものになります。ただあんま先端がチクチクしているものはね、歯肉に腫れがあったりする場合は効果的なんですけど、健康な歯茎の場合はフラットな方がいいかもしれないですね。ちょっとあまりさっきも言ったように歯肉にあまりにも刺激を与えすぎてしまうと傷つけて歯肉下がるのが早くなっちゃうので、こういったのはそうですね、隙間がある場合、あと矯正されてる人とか段があると隙間に先端がちょっと入ってくれて間を磨きやすくなるみたいな効果もあります。はい。ただね、あとこれはさっき言ったワンタフトブラシの私のおすすめです。ソフトになってます。これでも別に普通でもいいと思うけど、私の場合は、矯正をしていますので、ソフトの柔らかいものが矯正器具とかのね隙間にきれいに入ってくれていいから、こういうのを使ってます。今出したのでおすすめは、今のところ一番おすすめは私のおすすめですね。これです。
ワンタフトブラシ、タフト24ってやつとプラウトというものです。これに関してはロフトにも売ってますね。はい、当院で買わなくてもロフトにもございます。このタフト24は、ロフトでは見たことないんですけど、結構ヘッドがちょっと個人的に大きいなって気もするんですけど、でもね、すっごく良かったです。これソフト、そうです。フロスが苦手な場合は、一応こういうピックの歯間ブラシみたいなものも売ってるので、糸のフロスは難しいって方はこれを使うのもおすすめです。慣れたらね、もしかしたらこっちの方が使いやすかったりもするんですよね。歯と歯の間の歯ってこう四角くないじゃないですか。こうやって歯があったらこう丸みを帯びた形をしてるんですよね。歯と歯の間は絶壁じゃないですよね、四角の。ちょっと丸いので、その丸にこう沿わせる形でフロスできるのはやっぱり糸の方ですので、慣れたら糸の方がおすすめです。はい、そんな感じでございます。私もいろいろあって歯の矯正したりしてるので、歯を大事にしてほしいっていう熱意は伝わったかなって思うんですけど、どうですか？忙しくて歯磨きどころじゃないっていうのも分かるんですよ。ものすごく分かります。だけどやっぱり虫歯にならないことも大事だし、歯周病にならないことも大事だし、できるだけ自分の歯で健康的に物を噛んで物を食べれるのが一番ですから、結構きれいに歯磨きできるようになってはいるんですけど、もう少しよければ気をつけてみてください。はい、おすすめです。じゃあ磨き指導終わりますね。そしたら歯の治療をした後も問題なく歯磨きもちゃんとできていますので、また今度は3ヶ月後に来てください。はい、じゃあこれはね、もうぜひ使ってほしいので、今回はこちらお試しとしてお渡ししますので、よかったらぜひ継続して使ってみてください。はい、それからどうぞ。はい、じゃあお疲れ様でした。長い時間すいません。私が結構ちょっとね、歯ブラシマニアになってきてしまってるので、こうトイレに置いてある歯ブラシが種類がどんどん増えていってしまって、ちょっとねおすすめが多くて申し訳ないんですけど、はい、ぜひね使ってみてください。はい、もう3ヶ月後にもうピカピカの歯を見れることを楽しみにしております。はい、じゃあお大事に。はい、なかったらまた来てくださいね。はい、お疲
疲れ様でした。はい。